高嵐は、超火力の投げと、打撃の2択が強力なキャラです。投げは、前後ろのどちらも、80近いダメージを与えて、対となる打撃でも、70前後のダメージを与えます。また、特定の打撃を受けても、ダウンしないという特性があります。さらに、そのような技を食らしても、高嵐側有利が多いので、一部のキャラの主力技を、使いにくくさせることができます。弱点は、敵に高嵐にのみ、連続ヒットする技もあることです。一部のキャラは、主力技から追加でダメージが取れる上に、カウンター時は、連続ヒットする技が、さらに増えてしまいます。それ以外には、高嵐は他のキャラより、しゃがむのが1フレーム遅いので、5フレーム振りからの投げを、しゃがみダッシュで回避できない点や、大抵の技が、避けられると反撃を受ける、などの弱点があります。総じて高嵐は、再開拓を通せば、勝てる火力を持っていますが、小技で相手を動かしたり、派生でごまかすことができないので、とにかく2択で押し切りたい人に、おすすめのキャラクターです。66P は、発生の早い、ダウンを奪える中弾です。ヒット時は、上段派生の 66PP が、連続ヒットします。主に、マイナス14から15フレームの、しゃがみ状態の技への、確定反撃や、狭いステージでは、壁コンボの指導技として、フェンスステージでは、リングアウト狙いなど、様々な場面で活躍する技になっています。4PP は、連続ヒットする、上段の連携です。初段が腹側半回転なので、高嵐の腹側に避ける相手に有効です。カウンターでしか連続ヒットしませんが、4PP プラス K も強力です。主に、壁際で、大ダメージの壁コンボ狙いの技として、活躍します。43P は、中段のコンボ指導技です。発生は遅いですが、ガードされても有利なので、相手の受け身に重ねると、効果的です。33P は、ややリーチの長い、中段のコンボ指導技です。中距離から、相手の出花を崩すようにしておくと、効果的です。ガードされると、状態反撃を受けてしまいますが、この技を警戒させると、接近しやすくなるメリットもあります。K は、リーチが長めのミドルキックです。主に、相手のバックダッシュを狙って使います。特に、高嵐の K は、開幕のバックダッシュにも届くので、ステージやキャラによっては、開幕リングアウトも狙えます。P プラス K は、発生の早い、上段のコンボ指導技です。主に、マイナス15フレームの、立ち状態の技への確定反撃や、上段連携をしゃがんだ後の、反撃で活躍します。また、頭での攻撃なので、さばき技対策としても使えます。
MP プラス KP は、中段のコンボ指導技です。ディレイ幅が大きいので、ヒット確認して繋ぐことができます。主に、マイナス16フレームの技への、確定反撃や、有利時の中段タクとして使える、強力な技です。また、2P ヒットから割られない連携としても使えますが、軽量級 P には割り込まれてしまうので、その点には注意です。44P プラス K は、上段のコンボ指導技です。ではじめに、上中段を回避する性能がありますが、近距離ではほとんど回避できないので、ヒット、ガード後に、間合いが離れる技の後が、有効です。2P プラス K は、背側半回転の下段です。モーションが小さめなので、削りとして使いやすく、当てて振りですが、2段目があるため、手を出されにくいです。また、高嵐の腹側に壁がある時に当てると、壁よろけになるので、そこに 33P プラス K などが発生し、コンボを入れることができます。33P プラス K は、中段のコンボ指導技です。主に、マイナス18フレーム以上の技への、確定反撃や、両手攻撃なので、さばき技を読んだ時などに使います。1P プラス K は、背側半回転の下段です。主に、高嵐の背側に、避ける相手に有効なほか、しゃがみダッシュガードを多用する相手にも、効果的です。4P プラス K プラス G は、上中段 P 肘をさばく技です。さばき成功時は、派生の特殊上段が出ます。この技の特性として、さばき対象技を2発まで耐えられたり、背向けでも、レバー相手方向 P プラス K プラス G で出すことができます。そのため、背後を取る連携の、いくつかを回避可能です。ただし、派生の攻撃は、確定ではないので注意が必要です。46P プラス G は、発生の速いキャッチ投げです。投げ後は、P プラス G、4P プラス G、6P プラス G の3択になります。6P プラス G は、単体のダメージは低いですが、攻撃可能なので、ダメージは高い順に、6P プラス G、4P プラス G、P プラス G となります。主に、大幅有利時や、受け身攻めで使うと強力です。ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。